はいどうも、明智ピロシキです。サワランポです。お願いします。2024年12月27日、いよいよ公開されます。映画、ソニックシャドウ東京ミッション。来たー、よいしょー。来ましたね。来たね。今回の動画は、ソニック映画を倍面白くする話シリーズ第3弾ということで、映画3作目をより楽しむために、ソニオタが厳選した面白ポイントや過去作の重要な情報をギュッと詰め込んでお届けしたいと思います。おー、映画1作目、2作目に続いてということですね。今回もやります。なるほど。これを見てもらえば、映画が倍面白くなること間違いなし。倍だ。倍面白くなります。一緒に見に行った友達や家族にドヤ顔でマウントできちゃうかも。おー、いいね。ということでね、はいはい。やっていきたいと思います。はい。我々、あけたまチャンネルでは、ソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが解説考察、ゲーム実況など、いろいろ投稿しております。ソニックに興味のある方、もっと深く知りたい方は、ぜひチャンネル登録してみてください。はい。それでは早速参りましょう。はい、お願いします。まず最初に、今回の動画のお品書きを発表します。はい。ソニック映画概要。もしかしたらソニック映画についてそもそも知らない人もいるかもしれないので、一応ソニック映画の概要についてもさらっとだけ説明したいと思います。ありがたいね。続いて過去作の物語おさらい。映画1作目と2作目、あとドラマナックルズ。こちらのお話がどんな内容だったか、ポイントをかいつまんでおさらいしていきます。続いてキャラクターのおさらい。ソニックたちメインキャラがどんなキャラで、これまでどんな活躍、成長してきたかをおさらいしていきます。それぞれのキャラの新作での活躍も予想していきたいなと思ってます。続いて新作の情報まとめ。映画第3作の予告編などから新作の物語と新登場するキャラについて分かっている情報をまとめて、予想とかもしていきたいなと思います。最後にオタクの注目ポイント。ソニックオタクの観点からですね、映画新作で注目したいポイントや期待する内容を語っていきたいと思います。過去作の復習と新作の予習がバッチリできるラインナップになってます。長めの動画になると思いますが、ぜひ最後までお付き合いください。はい、了解です。ではまず、ソニック映画概要からお話ししていきたいと思います。はい、お願いします。映画ソニック。どういう映画かっていうところですね。知らない方もいるかと思います。簡単に説明しますと、セガのゲーム、ソニックシリーズをベースとするハリウッド実写映画ですね。実写映画なんですよね。はい。で超音速のハリネズミソニックがスクリーンを駆け回る、ゲームさながらのスピード感たっぷりのアクションが最高な、笑いあり涙あり、愛と冒険が詰まったファミリーみんなで楽しめる映画と。いうことでよろしいですかね。いいですね。なるほど。ファミリー映画ではありますよね。ファミリー映画ですね。もう本当に老若男女、誰でも楽しめますし、ポイントとして一応ゲームが原作ではあるんですけど、ゲームのストーリーをなぞるとかではなくて、映画オリジナルのストーリーで展開していきます。なるほど。なのでゲームのことをあまり知らないよという方でも、全く問題なく楽しめるようになっているということですね。制作配給はパラマウントピクチャーズ。2020年に第1作ソニック・ザ・ムービーが公開されまして、全米で当時としてはゲーム原作映画史上最高の興行収入記録を樹立しました。すごい話題になったんですよね。めちゃくちゃ見られました。でそれ以降シリーズが人気になり、2022年には映画2作目ソニック・ザ・ムービーソニック VS ナックルズ、そして今年の6月にはスピンオフドラマナックルズが公開されました。そして今年の12月27日に3作目であるソニックシャドウ東京ミッションが公開され、今勢いに乗りまくってると。本当だね。いうことですね。監督のジェフ・ファウラーさんですね。こちらのシリーズはマーベル・シネマティック・ユニバース MCU ですね。あれに匹敵するユニバースを形成できるんだというふうに意気込んでましたので、マーベル超えも意気込んでいる。そこも視野に入れてます。なるほどな。ということですから、気合十分だね。その3作目がもう今から公開されるということですね。なるほど。という映画でございます。でそれぞれの視聴方法ですね。第1作、第2作、そしてドラマナックルズについての、視聴方法についても記載をしますので、こちらを参考にして、まだ見てない方とか、予習をしたいなという方は見てみてほしいなと思います。それでは続いて過去作のおさらいに移っていきたいと思います。はい、お願いします。ここからは映画1作目、そして2作目、あとドラマナックルズに関するネタバレを含みますので、その点はご理解の上でご視聴ください。ではまず物語のおさらいからやっていこうと思います。まず1作目ソニック・ザ・ムービーの物語からですね。どんな物語だったのか、いろんな展開があるんですけど、かいつまんでこんなお話だったよっていうのをお話ししたいと思います。まずスーパーパワー、超音速で走ることができるハリネズミソニック、赤ちゃんの姿で登場するんですね。ベビーソニックなんて言われるんですけれども、このベビーソニックが育ての親であるフクロウのロングクロウと一緒に暮らしてるんですが、そのスーパーパワーを狙ってくる敵たちがいるんですよ。でその敵から逃げるためにロングクロウによって地球に飛ばされます。まず最初に別れがあるんですね。こういうシーンがまず描かれました。でその後10年間地球で過ごすということで、10年間もソニックは地球で過ごして、赤ちゃんの姿からちょっと少年のような姿に成長していくんですね。でその間ずっと一人ぼっちでした。10
10年も。はい。人間に見つかってはいけないということで、隠れ住んでます。まあ、自分なりに楽しんで過ごしてはいるんですけれども、なんかこう、秘密基地みたいなところでね。過ごしてるんですけど、まあ、やっぱり友達が欲しいよねということで、寂しさで、ある日ちょっとパワーを暴走させてしまいます。で、その余波によって、なんと大規模な停電が発生するんですね。で、この停電は何だということで、政府の要請で、ロボトニック。エッグマンですね。悪の天才科学者ロボトニックが停電の原因調査に動き出します。でソニック、このままだと見つかってしまうということで逃げようとするんですけど、そこで人間の保安官のトムという男性と接触します。これが有名なシーン。うわー、この小屋で見つかってっていうね、麻酔銃撃たれて、あのシーンね。あのシーンが挟まりまして、トムと一緒に、ソニックが逃げるための、協力をしてくれるようになるんですね。トムとは協力関係になる。協力関係になります。なるほど。ちょっと成り行き上そういう形になってきまして、ソニックが安全な惑星に逃げようということで、ワープリング、そのワープできる、アイテムがあるんですけど、これを探しに行くんですよ。これなくしてしまってたので、それを探しに行くっていうことになります。で、その間、ロボトニックから追われてしまうので、トムと一緒にずっと逃げ続けます。で、最終的にロボトニックに追い詰められて決戦になるんですけれど、そこでソニックは自分の力でトムや大切な家族を守るということをするんですね。その結果、トムと親友になり、家族になって、俺の居場所はここだ。地球から出ずに地球で暮らすということを選んでいくんですね。よかった。一人ぼっちも脱却できて、地球で住むことを決めたんだ。という形で、ソニックムービーの物語は閉じていくと。なるほど。いうことでした。ざっくりこんな話ですね。で続いて第2作目、ソニック VS ナックルズですね。こちらも振り返っていきたいんですけど、第1作目のラスト、エッグマンはですね、キノコ惑星というところに飛ばされてしまうんですね。ソニックのワープリングによってキノコ惑星というところに飛ばされてしまったエッグマンだったんですが、そこでナックルズと出会います。エッグマンとナックルズが出会う。で、そのエッグマンとナックルズが地球に戻ってきたぞというところから始まるんですね。で、何も知らないソニックのもとにナックルズが突然襲撃をしてきて、バトルになります。で、そこで、ソニックのもとに今度はテイルスが現れてですね、ピンチを救ってくれるんですね。でこのテイルスに関しては、ソニックのことを、遠くから実は見守っていて、ソニックに危険を伝えるためにわざわざ地球まで助けに来てくれたというキャラクターですね。ゲームキャラが続々登場ですね。そう、ゲームキャラがソニック、テイルス、ナックルズというね、そのおなじみの3人が揃うということで、ソニックとテイルス、そしてナックルズとエッグマンの攻防という形になっていきます。なるほでソニックが育ての親ロングクローから残されたメッセージを見つけるんですね。でそのメッセージによると、この地球には究極の兵器マスターエメラルドというものが眠っているということで、ナックルズたちはこれを狙ってるんです。なるほど。でソニックはそれを守ることが使命なんだとロングクローに教えてもらいまして、マスターエメラルドを探す旅に出かけます。でそこでテイルスと共に雪山に向かったりですとか、いろいろな冒険を繰り広げていくんですけれども、戦いの中でナックルズとエッグマンにマスターエメラルドの鍵になるコンパスを奪われてしまうんですね。そしてそのコンパスを手に入れたナックルズとエッグマンは海底遺跡、ここにマスターエメラルドが眠っているということで、ここに向かっていきます。でソニックたちも追いかけます。ただ、エッグマンの策略にはめられて、ナックルズも騙されてしまっていたということで裏切りにあって、エッグマンの一人勝ち、マスターエメラルドを奪われてしまうんですね。まずいね。でソニックも大ピンチで、ナックルズも落ち込んでるということだったんですけど、ナックルズとソニック和解しまして、でソニック、テイルス、ナックルズは3人で力を合わせて最終決戦、エッグマンの巨大ロボットと戦います。その戦いの中でスーパーソニックの変身も披露してくれるんですね。出た、金色のソニックね。ピンチを覆す金色のソニック、スーパーソニックに変身して無事エッグマンとの戦いに勝利します。そして3人はマスターエメラルドを守り続けようということで誓いを立てるんですね。これを守るために力を使うぞ。そしてソニックはトムですね。トムもちろん活躍するんですけれども、トムとは家族であるとともに親子の関係を築いていくというような物語も同時に展開していました。なるほどね。というのがソニック VS ナックルズの物語ですね。テイルスやナックルズとは友達というか仲間みたいな関係になっていって、でもともとお世話になってたトムたちとは家族というよりさらに親子みたいな関係値がプラスされていって、で力を合わせてエッグマンを退けたという話になってるわけね。いうことですね。なるほどな。この中にもたくさんコミカルなシーンだったりとか、面白いシーンとかも挟まりながら、展開していくんですけど、大まかな流れとしてはこんな感じですね。なるほど。映画の本筋とは異なるんですけれども、ナックルズが主人公になっているスピンオフのドラマシリーズナックルズについても一応お話をしておきます。これは2作目の後が舞台になってまして、ソニックの家族になったナックルズの地球でのひとときを描いた全6話のドラマシリーズになってます。マスターエメラルド奪還という一族の悲願を達成して、目的を見失ってしまったナックルズ、地球での日常に今一つ馴染めないんですね。そう
そうなんだ。はい、戦闘だけが日常だったので、なるほど。何もないのんびりした日々、ソニックとかテイルスは普通に過ごしてるんですけど、ナックルズはなかなか馴染めない。はいはい。そんな時にですね、族長パチャカマのゴーストが突然現れまして、そのパチャカマの助言によって、トムの同僚にウェイドという、男性がいるんですけれども、ちょっとコミカルなね、3枚目みたいなキャラなんですけれども、このウェイドを弟子にとってエキドゥナの戦士に鍛えなさいと。でエキドゥナの伝統を守りなさい。はいはい。と言われるんです。ナックルズっていうのはその一族の最後の生き残りなので、その一族の伝統を伝えるために弟子を取れということで、なんとも愉快な修行が始まると。確かにね、エキドゥナ族っていうね、民族がいて、そこの末裔なんだよね、ナックルズは。そうですね。その族長であるパチャカマのゴーストの指令でウェイドを弟子に取るという流れなんだ。はい、ウェイドは人間でエキドゥナではないんですけど、確かにね、そこはいいのかなと思いながら、そういう2人のね、修行の日々が始まるということで。主にはじゃあウェイドとナックルズの物語ってことだ。そうですね。なるほど。はい。で、ウェイドはナックルズから真の強さをしっかり学びまして、聖地として成長していきます。ボーリングを通してという、ちょっとかなり変化球な物語なんですけど、ウェイドはボーリングを通してですね、ナックルズから真の強さを学びます。そして選手として成長し、過去に自分を捨てた父親との因縁にけりをつけるんですね。ウェイドの物語もしっかり描かれながら、ナックルズもまたウェイドとの修行を通して地球を大切な家だと認めていくんですね。なるほどね。ナックルズはもう生まれた時から、戦士として生きて、一族を失って一人で宇宙を渡り歩いていた。ひとところにとどまらない、生活をしていて、自分の故郷って何なんだろうみたいな、悩みを抱えていたキャラクターだったんですが、このドラマナックルズの物語を通して地球が家だというふうに気づいていくんですね。なるほどな。ナックルズの、成長にも少し関係していくストーリーが描かれたということですね。なるほどね。はい。以上が、ソニック映画第1作、第2作、そしてスピンオフドラマナックルズの大まかな物語になります。はいはい、ありがとうございます。一応ソニック・ザ・ムービーシリーズの物語のテーマって、大きな軸が2つあると思っていて、1つはソニックの成長です。ソニックはベイビーの状態から地球にやってきているんで、あんまり世界のこと分かってないですね。で、映画とかコミックとかからいろいろ学んでいくっていう、キャラクターでして、ちょっと知識偏ってたりしちゃうんですけれども、そんなソニックがどういう風に成長していくのか、トムっていう相棒だったり、テイルスやナックルズっていう仲間たちを通してどんな風に人として成長していくのかっていうのがこの映画の一つの大きなテーマになっていると思います。ソニックの成長ね。はい。中心になるのはソニックとトムだと思っていただいたらいいかなと思いますね。で、もう一つの軸というのが究極のパワーをめぐる争奪戦なんですね。しかもこれはおそらく宇宙規模で行われていて、その鍵を握る存在こそがソニックということになっていると思います。規模が大きいね。はい。ソニックの持っているスーパーパワーっていうものがそもそもすごいぞと。で、このパワーはナックルズも持っているらしいです。で、そもそもそのパワーを超える力として、シリーズではおなじみのマスターエメラルドが存在すると。で、このマスターエメラルドをめぐって、いろいろな勢力がこう争いを繰り広げている中に、ソニックたちは巻き込まれているというお話が背景にあります。なるほどな。はい、その中で行われていることなんですね。で、この究極のパワーをめぐる争奪戦というのは昔からずっと行われていて、それがロングクローのフクロウ族と、ナックルズのエキドゥナ族、この2つの種族が太古から争い合っていたというところがまずあるんですね。なるほど。で、そのロングクローに連なる存在としてソニックがいて、で、ナックルズが、エキドゥナ族の末裔としていて、この2つの種族とはまた別にエッグマンのような第三勢力みたいな、その漁夫の利を狙おうというような勢力もいるということで、こういった争いの中に物語が展開しているというのも一つ頭に入れておくと理解がしやすいんじゃないかなと思います。なるほど。それを踏まえて1作目や2作目を見ていくと、まずソニックの成長に関しては、1作目でソニックはトムと家族になって地球で生きるということを決めましたよね。しかも自分の力は誰かを守れるということに気づきます。そして2作目ではその力の使い方に悩んだりするんですけれども、その力はむやみに使っちゃいけないんだということに気づいていくんですね。さらにソニックはトムとは家族でもあるんですけれども、自分はまだまだ子供なんだと。で、トムは自分にとっては導いてくれる父親のような存在なんだということで、自分を子供だと認めていくという、そういうような展開も描かれていきました。なるほどね。で、続いて究極のパワーをめぐる争奪戦としては、1作目の段階ではまだよく分からなかったんですね。ソニックにスーパーパワーがあるということしか分からなかったんですけど、ソニックの存在がエッグマンだったり、
ガンという、組織があるんですけど、その組織だったり、あとは宇宙の誰かに認知されてしまったんですね。それがテイルスもそうなんですけど、宇宙の誰かにソニックが地球にいるということが認知されたので、地球が危ないっていう風にきっかけが、行われたのが1作目のソニックの暴走ですね。で2作目はその1作目のパワーの余波を、感じ取ったいろんな人が集まってきましたし、最終的にはマスターエメラルドがナックルズ、ソニック、テイルスの手元に残って、このマスターエメラルドを守ろう、宇宙の平和を守ろうぜということでチームを結成した。フクロウ族とエキドゥナ族の末裔が手を結んで、確かに一緒にマスターエメラルドを他の勢力から守らなきゃ、という風になったのが2作目のラストなんですね。なるほどな。そういう意味でも一つの歴史の終幕というか、なんかエモーショナルなシーンであったわけですね。そうね。なるほど。古代から続いていた2つの種族の、因縁というものが、和解という形でソニックとナックルズを通して実現して、ただそれでもまだ敵はいるよね。じゃあこれから守っていかないとね、テイルスも加わって、チームだねっていうのが2作目の、エンディングになってます。なるほど。いう風な、大まかな流れ、ソニックの成長、そして究極のパワーをめぐる争奪戦という2つの軸で見ていくと、これまでの物語ってこういう流れだったんだなっていうのが、ちょっと分かりやすくなるんじゃないかなと思います。なるほど。はい。以上、物語のおさらいでした。はい、ありがとうございます。続きまして、キャラクターおさらいやっていきたいと思います。キャラクター。はい。個々のキャラクターにフォーカスを当てて、これまでどんなことが描かれてきたのかっていうのもおさらいしていきたいと思います。その上で、3作目ではどんなことが描かれそうかなっていうのも予想していきたいと思っています。なるほど。映画1作目の出来事については過去の動画でおさらいしているので、今回の動画は2作目の出来事を中心におさらいしていきたいと思います。2作目こんなキャラだったよね。じゃあ3作目こうなるんじゃないのって話ね。ですね。なるほど。まず1人目はソニックですね。ゲーム版のソニックって結構大人びてて、人格も成熟している印象じゃないですか。それに対して映画のソニックってすごい子供っぽくて、お調子者だし、なんか危なっかしいっていう、未熟さが目立つ性格にアレンジされてるんですよ。確かに子供っぽいやんちゃさがすごく目立ってますよね。そうなんですよ。だからそこが結構理解できていないと、なんかその違いに多分戸惑っちゃうと思うんですけど、映画ソニックはかなり子供っぽいぞ、未熟だぞ。それはなぜかというと成長を描こうとしているからのはちょっと押さえておきたいポイントですね。あとゲームだとソニックとかの獣人ですね、その獣たちはこう人間世界に結構溶け込んでて、こう共存関係を結んでるように見える感じで描かれるんですけど、映画でのソニックたちでも完全にエイリアン、部外者扱いなんですね。であくまでも危険で計り知れない存在として扱われてます。だからトムとかマディとか人間キャラもソニックたちとこう理解し合っていくんですけど、あれトムとかマディが結構特殊であって、他の人たちってまだちょっと危なっかしいというか、何なんだろうみたいな感じなんですよ。でそこがどうこう溶け合っていくのか、これからソニック、テイルス、ナックルズってもっと市民権を得られるのかなみたいな段階なんですね。なるほどな。そこがこう映画の世界観の前提になっているよっていうのもちょっと押さえておきたいポイントですね。ゲームとはやっぱ結構違うんですよね。そうなんですよね。なるほど。ソニック何者みたいな感じなんですよ。やっぱりみんなから怖がられちゃうみたいな存在ですね。ソニックの、人格の方にも入っていきたいんですけど、ソニックは1作目のラストに、自分の力で誰かを助けられるぞっていうことに気づくんですね。その力によってトムたちを守れたわけですから、その結果、多くの人にも知られる存在となって、そのグリーンヒルの人たちにも目にも触れたし、もうなんかソニックっているんだなっていう感じにはなって、割と受け入れられたというか、だからその場ではこうヒーロー扱いみたいな状態になったんですよね。っていうのが1作目のラストでした。で2作目ってどういうお話になってるのかっていうと、その力の使い方とかその力に伴う責任をソニックが理解していくっていう話になってるんですよ。これがそのストーリーの軸であるソニックの成長っていうところに関わっていて、今回の話ってそういう話ですよっていう見方をしたいんですけど、その1作目のラストで力で守れることを知りましたということで、人前にも出られるようになりましたということで、その力を使ってこう夜な夜なブルージャスティスって名乗ってこうヒーローごっこをやるんですね。街に繰り出して、銀行強盗をこう捕まえようとしたり、するんですよ。その活動がですね、割とこう過激というか、結構ドンパチやっちゃって街を吹っ飛ばしちゃうぐらいの事件でこう新聞でなんかニュースになっちゃうんですね。一面を飾ってんの？飾っちゃうんですよ。派手にやってんな。幸い死傷者とか出なかったんですけど、ちょっと街一個ぶっ壊れましたみたいな街になっちゃって、トムに怒られるんですね。で俺の力なんだから俺が使って何が悪いみたいな、何が無責任なんだよと、生意気だな。ということで自分の身は自分で守れるし、父親面するんじゃねえよみたいなやるんですね。
ただトムは、それだけじゃヒーローじゃないぞと。おー。他人のために責任を負うのがヒーローだっていう、これワカウスキー家の家訓らしいんですけど、そうなんだ。代々グリーンヒルを守ってきたワカウスキー家はそういう、志を持っているという。なるほど。教えてくれるんですね。でソニックはその話を聞いてちょっと感動するんですけど、まだなんとなくしっくりきてないというか、なんか説教してきやがるなみたいなちょっと生意気に俺が力を使って何が悪いんだみたいな感じだったんですね。でも自分の力に自信を持ってるみたいな感じだったんですよ。ただその冒険の中で、テイルスと出会ったりナックルズと出会ったりで、ナックルズもやっぱりやられちゃったりするわけだし、テイルスがソニックのことをかばって傷ついちゃったりとかことがあって、ソニックが自分の力だけでは守れない、期待に応えられないみたいな、ちょっと挫折するみたいな場面もあったりするんですね。俺はもうヒーロー失格だっつって、誰も苦しませたくないのにみたいな感じになっていくんですね。ただそのソニックなりに、そのトムから教えてもらった他人のために責任を負うのがヒーローっていうこととかも思い出しながら、敵だったナックルズが死にかけちゃった時に、ナックルズを助けてあげたりするんですね。他人のために責任を力を使うっていう、生き方みたいなことをね、実践していっていて、ソニックなりにトムのヒーロー像に近づいていくっていう風に描かれていくんですね。独りよがりのヒーローごっこからトムが言ってた本物のヒーローのように徐々に近づいていってるという感じだ。ソニックもそれを自分から言葉に出したりね。なるほど。ヒーローは自分のことだけ考えてればいいわけじゃないんだって言って、これはワカウスキー家の教えだ。響いてるね。言ってるんですよ。それを胸に頑張ってるわけですね。なるほどな。で、エッグマンと戦いで、テイルスとナックルズと協力して戦っていくんですけど、その自分がおとりになってね、戦ったりするんですけど、結局ピンチになってしまって、最終的にもうソニックは絶対絶命みたいな感じになってしまうんですよ。でそこにですね、トムとマディが駆けつけるんですね。ソニックが傷つけたくないって言って置いてった、あの二人が駆けつけてくれて、でもう本当に別に何もなすすべないんですよ。スーパーパワー持ってるわけじゃないんで、トムとマディは。ただソニックと家族だから、家族はずっと一緒にいるもんだろうって言って、最後の時を一緒に過ごそうとするんです、ね。寄り添ってくれるんだ。ソニックに寄り添う、ソニックを一人にさせないっていうね、ことをしてくれた二人の姿を見て、ソニックはスーパーソニックに変身するんですよ。あっちそうなんだ。ここで家族を守るためにまた力を使うっていうね。トムがね言っていたその力が必要とされる時が来る。それがいつかは運命が決めるっていうね。こともトムに言われてたんですけど、今がその時だと。っていうのが来たんですよ。なるほど。でそれでその力を使った時に、結局ソニックって自分はスーパーパワーを持ってるけど、結局一人ではどうにもできなかったりとか、誰かを傷つけてしまうっていうことがあるし、自分って結局ちっぽけな存在なんだなっていうことも学んでいくんですよ。そこで、そのスーパーソニックになったんだけど、その力を自分で手放して、テイルスにあの力があれば宇宙一のヒーローになれたのにどうして手放したのって言われて、それはもう少し先でいいかな、俺はもっと子供でいたいんだっていう、自分はまだまだ子供なんだ、未熟なんだ、まだまだトムからいろいろ教わりたいっていうね、ことだと思うんですよね。なるほどな。でそれで、ヒーローになるのはもうちょっと先でいいっていうふうに、その地に足ついたというかね。確かに独りよがりのヒーローごっこからその未熟さを自覚して本物のヒーローになるための一歩を踏み出した、そんな感じですかね。そうですね。本物のヒーローになったというよりは、これから本物のヒーローになっていくためのそのきっかけが描かれたのがこの第2作目だった。なるほど。そういう見方ができるんじゃないかなと思います。なるほどね。はい。でその第2作目を経て3作目でどういう風なことが描かれるのかの予想なんですけど、ソニックとテイルスとナックルズがチームソニックとしてね、もうしっかり仲間になりました。ということで今度ソニックはこのリーダーとして振る舞っていくことが想定されるんですね。チームリーダーとしての成長、これが描かれるんじゃないかっていう。なるほど。ソニックがテイルスとナックルズを、どんな風に導いていくかというか、まとめ上げていくのかっていうところにもね、注目したいなと思ってますね。なるほどね。はい。であとシャドウとの出会いが描かれるということなんで、自分とそっくりな見た目をしているわけじゃないですか。確かに。なんかこれ映画ソニックがどんな風に反応するのかなとかっていうのちょっと気になりますよね。そうだね。ソニックはずっと一人だったわけだから、自分とそっくりなやつが現れて、なんか兄弟なんじゃないかとか確かに思っちゃうと思うし、なんかそういったところの展開にも、期待が膨らみますし、ソニックはテイルスともナックルズとも友達になれたわけですけど、シャドウにもね同じように手を差し伸べてやれるのかというこ
ことで、なるほど。ソニックとシャドウがどんな風な関係性を築き上げていくのか、単純な友達になるってことではないとは思うので、確かに、なんかそのあたりの、新しい関係性っていうところも注目したいなと思ってます。なるほどね。シャドウとの対面で何を思うか、そしてそのシャドウとの関係性はどう進んでいくのか、ここにご注目ね。そうだね。なるほど。そのシャドウとの出会いがまたソニックをどういう風に成長させるのかっていうところにもすごく注目したいなと思います。はい、なるほどね。続いてテイルスの方ですね。2作目から登場したキャラクターということなんですけど、モフモフ可愛いメカいじりが得意で飛行機の操縦もできるソニックの弟分ということなんで、ゲーム版とほぼ同じキャラクター設定ですね。はいはいはい。どういう風に登場したかというと、1作目でソニックの力が暴走して停電が起きた時にですね、その波動に気づいて位置を特定しまして、遠く離れた惑星からソニックのことを見守っていたという、ちょっと怖くねなんかネトストの素養があるというかずっと見てたんだっつって。確かにね。ちょっとなんかキラキラした笑顔で言ってるんだけどちょっとゾワゾワする展開でして、ソニックも少し引いてるそうなんだ。ちょっと怖いね、確かにね。ちょっと怖いですね。で友達がいないんですね。テイルスは2本の尻尾を気持ち悪がられて友達がいないんだと言ってるんですけれども、銀河系で一番速い、周りと違っているのにもかかわらず、堂々としているソニック、そんなソニックを見て違っててもいいんだって思えたんだ、勇気をもらったんだよで、ソニックに憧れてここまで来たんだということを明かしてくれます。なるほど。このあたりもゲーム版に近い設定ですかね。ソニックに憧れて自分を変えたいと思って、ソニックの近くにいようと思ってるというところが、ゲームでも描かれている設定です。なるほど。でナックルズがですね、ソニックのことを探しているっていうことを知りまして、その黙って見てるわけにはいかないと思ったんだってソニックのところにわざわざ警告に来てくれたと。惑星を越えて来てくれたということで、駆けつけてくれたんだ。行動力すごすぎない。確かに。ことですね。なるほど。はい。ずっと監視してたテイルスだったけど、ついにソニックとご対面、ナックルズが迫ってるよという危険を伝えに来たと。そうですね。なるほどね。はい。この行動力もすごいということなんですけど、テイルス自身はですね、メカオタクではあるんですが、戦うのはあんまり得意じゃないし、臆病だということで、ソニックに一緒に冒険行こうぜみたいな誘われるんですけど、実戦向きじゃないよっつってちょっと躊躇するんですね。ただなし崩し的に同行することになりまして、で雪山のバーでダンスバトルをソニックと一緒にすることが描かれるんですけれども、そんなダンスバトルとかをきっかけに徐々に自信をつけていって、自分には自分をできることをということで、ソニックをかばったりだとか、トルネードって飛行機を使ってねソニックたちを助けに行ったりとか、ナックルズと2人で、エッグマンに奇襲を仕掛けたりだとか、映画の中でもだんだんとテイルスが、活躍していく場面っていうのが描かれていきました。でソニック自身もですね、テイルスの勇気を認めているんですね。あいつはたった一人で俺を助けに来てくれたんだ。これテイルス気絶している時にソニックが言ってたので、テイルスはそのセリフ聞けてないんですけど、そうか。残念。ただソニックはそんな風にテイルスのことを認めているんだということで、最高のバディがですね、映画でも健在ですということですね。なるほどね。はい。こんなテイルス、第3作目で、どんな活躍をするのか予想なんですけど、チームソニックの一員として引き続き活躍してくれるということなんですが、なんか予告では新しいメカも登場してね、なんか背中にジェットパックみたいなものをつけて、わーって飛んでましたけど、魚眼レンズみたいになって確かに飛んでましたけど、そんな新しいアイテムも引っ提げて、ソニックチームのブレーンとしてね、活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。なるほど。ただぶっちゃけストーリーはソニックとシャドウの物語が中心になるとは思うので、テイルスは可愛い要因として遺憾なくそのモフモフっぷりをね発揮してくれるんじゃないかなと思ってます。確かに黄色いモフモフをナックルズにもピカチュウみたいなっていじられてましたもんね。そうなんだよね。まさかのピカチュウネタそのまんまぶっ込んでくるとは思わなかったけど、ね、ピカピカ煽られてましたけどもそうだね。可愛いテイルスにもご注目ということですね。はい。続いてナックルス。アケッピお気に入りのキャラクターですよね。お気に入りのキャラクターです。2作目では中心人物として描かれましたけれども、銀河一危険な戦士、エキドナ族の唯一の生き残り。これね、銀河一危険な戦士っていうのはちょっとゲーム版そんな設定ないんだけどなってそうなんだ不思議な感じではあるんですけど、銀河中を旅している戦士ということですね。一本気な性格でして、騙されやすいっていうね、特徴があって、これゲーム版と同様映画版でもエッグマンに騙されてしまうという、ちょっと残念な形なんですけど、より粗暴で自信に満ち溢れた実直で生真面目な男、感じが印象強いですよね。なるほど。だからゲーム版よりもより荒々しくて、より
生真面目そうだね感じ。確かにあんま冗談通じなさそうというか、で浮世離れした性格してて、なんか俗的なことに疎いというか、あんまり人間のことも地球のこともよく分かってない、本当に戦う戦闘民族みたいな感じなんですよね、映画のナックルズって。なんかドラマナックルズだとよりそういう一面が見られるんですけど、ちょっと話通じねえなみたいな感じのところはありますよというキャラクターですね。で、どういうことを目的にしてるかっていうと、そのエキドゥナ族っていうのは古代から存在する由緒正しい種族なんですけど、その種族をですね、悲願としていたのが究極の力マスターエメラルドという宝石があるんですけど、これを復活をさせて、故郷にこう取り戻したいということを、ナックルズもずっとこう使命として生きてきたんですね。で、それの鍵を握っているのがソニックということで、ソニックのことを探していたっていうのが、ナックルズの設定になってました。あと、ソニックのことはエキドゥナ族を滅ぼしたフクロウ族の生き残りであるロングクローの弟子と思い込んでいて、実際弟子みたいな関係なんですけど、そういうふうに思い込んで、一族の仇として個人的にソニックに復讐しようとも考えていました。なるほど。そんなナックルズなんですけど、エッグマンと手を組んでエッグマンのことを純粋に友達だと信じちゃうんですね。その信じてたエッグマンに裏切られて、でエメラルドも奪われてしまって、で仇であるはずのソニックに命まで救われて、戦士のプライドも傷つきながら、すごい落ち込むんですけど、でもう何にも失ってしまったみたいな感じなんですけど、いつも前向きなソニック見て、なんでお前いつもそんな前向きなんだって尋ねて、俺は一人じゃなかったんだ、でお前も友達だぜって言われてね、共に戦う決意をするんですよ。よかった、そうなんだ。ソニックの光にこう助けられたキャラクターですね。なるほど。そんなシーンが2で描かれまして、ドラマナックルズの方では、保安官代理のウェイドですね、ウェイドと修行を通して、地球を家と認めて、また一つナックルズは守るものができて強くなっていくというね、ことが今まで描かれてきたわけですね。なるほど。そんなナックルズ第3作目でどんな活躍をするかなの予想なんですけど、さっきも言ってくれました予告で、テイルスをピカチュウの真似でからかうという、ことで、性格少し丸くなったかなという印象ですよね。だいぶ地球にもチームにも馴染んできてる感じありますよね。なんかあんな風に冗談を言うナックルズって結構想像できなかったというか、ドラマナックルズでもなんかこうドリトスをねこうむさぼり食ったりとか、ブドウむさぼり食ったりとか、なんか食いしん坊キャラみたいな一面は見せてたんですけど、なんかああいう風に誰かをからかうみたいな、あんまり出てこなかったので、これはちょっと新しい一面かなと思ってますし、確かにポケモン知ってんだっていう、そうナックルズポケモン知ってんだねそのね、なんかちょっと俗っぽいことにも慣れてきたのかなっていう感じで、だいぶ地球ナイズされたナックルズが見れるんじゃないかなと思ってます。なるほどな。あとね、予告でこうナックルズがこう両拳に炎をねまとっているシーンがちらっと出てくるんですけど、あれドラマナックルズで見せていた最悪の炎っていう技なんですね。この最悪の炎っていうのは、ナックルズが過去修行というか試練を受けて習得した秘技みたいな技でして、エキドゥナ族に伝わるなんか技みたいですね。これを使ってくれるというので、アクション面にも期待ですね。なるほど。でナックルズといえばマスターエメラルド、マスターエメラルドをずっとこう探していたわけですし、もともとマスターエメラルドっていうのはエキドゥナ族が作ったアイテムなんですね、映画の方では。で、依然としてキーアイテムとして出てくると思うんですけど、映画3作目のベースになっているであろうゲーム作品ソニックアドベンチャー2、こちらの終盤でもナックルズとマスターエメラルドってすごく重要な役割を果たすんですよ。カオスエメラルドの暴走を抑えるというね、シーンがあるんですけど、それが今回の映画でも描かれるのかと。ナックルズとマスターエメラルドの守り手としてのね、役割をしっかり果たすのか、ソニックやテイルスとはまた別に描かれるのかなというところもちょっと期待したいですね。確かに、絶対今作でもキーアイテムとして出ますもんね、このマスターエメラルドだったりカオスエメラルドが、ここと密接な関わりのあるナックルズがどう立ち回ってくるのか、ここにもご注目と。そうですね。ナックルズやっぱり選手としてのキャラクター性が今前面に出てますけれども、こういうガーディアン的なね、立ち振る舞いっていうのもゲーム版ではすごく魅力的な部分なので、これが映画の方でも描かれるのかっていうところはちょっと注目ですね。なるほど。続いてはドクターエッグマン。おいしょ、出たね。ゲーム版と同じく天才ではあるが、才能の使い方が少しおかしな方向に行ってしまったマッドサイエンティストエッグマンですね。わかりやすいですね。そうだよね。演じてるのがねジム・キャリーという動と性のメリハリがすごい効いた演技をされるんですよね。動くときは動くし、静かに決めるときは決めるという、確かに、この演技がすごくマッチしてまして、もうコミカルなシーンとシリアスなシーンもコロコロ入れ替わりますし、もう何を考えてるのかとか次は何をしでかすとかなっていうのが全く予想できなくて、
すでにハラハラさせられるっていうね。確かに。もうゲーム版よりよりこう狂気、マットな部分をね、強く感じる造形になってると思います。本当だよね。確かに。名俳優、ジム・キャリーですけど、もう見てるだけでも面白い、その生とどのメリハリ、ここにご注目だね。そうですね。なるほど。ゲーム版と結構キャラクターが違う。本当にジム・キャリー色が強いんじゃないかっていう見え方もするんですけど、こうマットなところがね、やっぱりすごくエッグマンを感じるんで、このね、バランスはすごいなと思ってるんですよね。そんなエッグマンなんですけど、エッグマンの野望っていうのは、もともとはですね、エッグマンってそのロボット研究とかをしている、かなり権威というか、その政府的にも重要されている存在だったんです、もともと。ただ正確に難ありなんで、扱いに苦慮してたんですけど、政府の人間たちは。ちょっと目の上の単行部じゃないけど、そういうポジションだったんですが、ソニックっていうものと出会ったことによって、ソニックにすごい興味を持つんです、究極のパワー。ただそんなソニックに一度敗れて、キノコの惑星に飛ばされてしまって、ソニックにこう復讐をしようと考えも持ってます。ただエッグマンの本来の目的としては、その究極の力を手に入れて、今はマスターエメラルドとそのターゲットになってるんですけど、これを手に入れれば、今は無名かもしれないけれども、銀河系に広くあまねくその名を知れ渡らせて、宇宙のネガティブなフォースを操れるようになって、闇と手を握れるかもしれない。ジム・キャリー、この吹き替えの山寺宏一さんの声で言ってたね。ことを言ってちょっとこの辺はちょっとポエム入っちゃってるんで、どこまでが本気なのか分かんないですけど、とにかく、銀河系にね、自分の名を知れ渡らせて、もっとでかいことをやりたいんだと。ソニックへの復讐なんてそんなちっぽけなことを考えてませんよということらしいです。なるほどな。でかいことしようとしてます。でかいね。地球規模じゃなくて銀河規模。そうですね。でかい力を手に入れて、銀河系にあまねく知れ渡らせたいと。エッグマンの名前を。ということみたいですね。なるほどね。ただそんなエッグマン2作目の最後ですね、スーパーソニックの戦いに敗れて、ロボット、結構でっかいロボットなんですけど、山ぐらいでかいロボットなんですけど、そうだよね。ここは落下死したように見えたんですね。はい。それがラストなんですが、で3作目の予想に入っていくんですけれども、ピンピン出てきてますね。無事だったんかいってね。むしろお腹もね、膨れてちょっと元気になってるような、確かに。どうやって生き延びたのかっていうのがまず気になりますよね。あの落下からどうやって生き延びたのか。ソニックとの共闘、これが描かれるらしいと。いうことで、世界を支配できないのなら、せめて救おうか。みたいな。エッグマンが味方サイドになるかもという展開。あのセリフ最高に痺れるよね。確かにね。せめて救おうか。いいね。そんな形でね、ソニックと共闘するシーンも描かれるような形なんで、そこもね、どういう風に関わっていくのかってすごく気になりますし、確かに。なんといってもね、おじいちゃん、ジジイですね。ジェラルドとの対面ですよ。エッグマンのおじいちゃん。プロフェッサージェラルド・ロボトニック、エッグマンのおじいちゃんがですね、今回の映画では登場するという、ダブルロボトニックがですね、出会うシーン、これはゲーム版にはなかったシーンなので、この2人は出会わないからね、ゲームだと全く予想ができないんですけども、ダブルジム・キャリーということでね、確かにそこも面白いしね、パワーがすごいぞということなので、この2人の掛け合いだったりコンビネーションっていうのはもう嫌顔にも期待が高まりますよと。なるほど。いうことで、ソニックとの共闘も描かれるっぽいんですけれども、予告編を見る限りシャドウとストーン、エージェントストーンですね、その側近のキャラクターと並び立ってやっぱりソニックの敵として立ちはだかりそうな予感もあるので、最終的にはエッグマンとのバトルがまた見れるんじゃないかなと思ってます。なるほど。人類をね支配したいんだみたいな新たな野望も言ってましたしね、どんどんスケールアップしていくロボトニックの活躍が今回も見れそうだと。うわということですね。これは注目度高そうだね。ジム・キャリーダンスもまたあるかもしれないですね。1作目でも2作目でもやってましたけど、3作目でも新たなダンスが見られるんじゃないかとですよ。ふくよかなボディでいい感じに踊れるかね。そうですね。なるほど。続いてはトム・ワカウスキーですね。トムだ。映画オリジナルのキャラクターです。ソニックの親友であり兄であり父でもあるキャラクターでして、イケメンの保安官なんですけれども、1作目ではねトムは、自分の夢であるサンフランシスコ警察に入るっていう夢がありまして、そこを目指してたんですけど、ソニックと出会ったことで、本当に大切なのは、家族だったり故郷だったりっていうことで、グリーンヒルにとどまることを選んだんですね。そういうトム自身の問題っていうものも描かれていきました。で2作目では、主にソニックの保護者としての役割を担っていて、先ほども言ったこのソニックの成長に対して助言を与えていくっていう役割がかなり大きくなっていました。ソニックとの関係にも少し悩んでいるんですね。確かに。ソニックの親友でもあるけど、保護者でもあるということで、終始ソニックのことを心配しててですね、ソニックは友達がいないよな、友達ができたらいいのにみたいなことを心配していてね、自分は奥さんと一緒にハワイに旅行に来てるんだけど、ソニックのことばっかり心配になっちゃって、ちょっと
奥さんから怒られるシーンもありましたけど、まあ人間味のあふれたね、いいキャラクターなんですよ。まあエッグマンとの戦いの最後に、まあ絶対絶命のピンチに陥った際、まあ家族はいつも一緒だって言ってね、家族を見せて、まあスーパーソニックに変身するきっかけにもなった、まあ重要なキャラクターですね。で最終的にソニックがトムのことを父さんと呼んで、まあ新しいこう関係、絆を結んでいったというのが、まあ2作目でのトムの描かれ方でしたね。なるほど。第3作目のトム、どういう風に描かれるのか、ここも予想していきたいんですけど、まあソニックに友達ができました。テイルスやナックルズもできて、まあ家族がどんどん増えますね。トムも大変だと思うんだけど、本当だよね。まあソニックがヒーローとしての第一歩を踏み出して、まあチームのリーダーとして羽ばたいていこうとしてるんですけど、まだまだひよっこということで、でトムはですね、グリーンヒルの保安官として、まあ代々街をこう守ってますから、まあいわばリーダーみたいな立ち位置のキャラクターでして、まあそういうリーダーとしてのあり方もまたソニックに教えていくことができるんじゃないかと思ってます。あんまりトムがリーダーっぽい振る舞いをしてるシーンって映画ではないんですけど、ちょっと今後そういうのが描かれるかもしれないなっていうのをちょっと期待してますね。なるほどね。ここはちょっと余談なんですけど、メタ的な話をすると、トムを演じられてる役者さん、ジェームス・マースデンさんですね。アメコミの X メンですね。こちら実写版で X メンっていうヒーロー集団のリーダーであるサイクロップスを演じてたことがあったので、 X メンのリーダー。はい。なるほど。ジェームス・マースデンリーダー。やってんだね。ちょっとね、期待しますよね。別作品のリーダーを務めてるから。リーダー知識はあるでしょうと。なるほどね。いうことでね。ソニックにも教えてやれるんじゃないかということですね。なるほど。アメコミファンとしてはね、ちょっとこの辺も期待できるんじゃないですか。面白いね。はい。あとトムの課題ですね。まあ1作目ではトム自身の課題みたいなものが描かれたんですが、2作目ではあんまりそういうトムの個人的な課題っていうのは描かれませんでした。ただですね、あえてそのトムの個人的な課題をフォーカスするんであれば、レイチェル、ランダル夫妻との関係の修復。これね、まあ、レイチェルっていうトムの義理のお姉さん、奥さんのマディのお姉さんですね、のあとはまあランダル夫がいるんですけど、この2人とねあんまり仲良くないですよトム。まあそうだね、ちょっとギスギスしてるんですね。なるほど。ソニックには家族の大切さをめちゃめちゃ教えているのに、自分自身の本当の家族と仲が悪いっていうね、ちょっと示しがつかないというか、まあ、そんな状態にいますので、確かにトムどうするというところですね。そうだね、特にレイチェルと仲悪いからね。そうなんですよね。もう会えばバチバチですからね。まあどっちかというとレイチェル側が敵視してる感じだけどね。まあ確かにもうちょっとね、トムが結構迷惑かけちゃったりしてるので、まあその辺をどうこうね解きほぐしていくかっていうところなんですけど、まあ3作目にもこのレイチェルとランダル夫妻がね登場するということなので、まあ、この辺りの進展期待が膨らみますよね。なるほどな。人間サイドのドラマをしっかり描いてくれるのがこのソニック映画のポイントだったりするんで、まあトムのこの成長みたいなものももし第3作見せてくれるんであれば、この辺期待したいなと思いますね。なるほどね。トムの個人的な課題の解決、ここにも注目と。なるほどな。ちょっとニッチでしたね。面白いな。でも今までメインとなるキャラクター見てきたんですけど、ちょっとサブキャラの方も少し気になるキャラクターがいるので、軽く説明しておきたいなと思うんですが、まずウェイドですね。トムの同僚の保安官代理、頼りがいがないけれども憎めないキャラとね。まあ、1作目とか2作目ではもうちょい役で、まあ、コメディリリーフというか、ちょっとこうギャグキャラみたいな感じの出番がほとんどだったんですけど、ドラマナックルズではまさかの主役に抜擢と。いやすごいよね本当に。ということで、まあ、ナックルズとコンビを組んでもう本当に大活躍をするんですね。でウェイド自身の家族との絆っていうものを再確認して、まあ、父親との因縁に決着をつけてナックルズの修行を得て選手として本当に立派に成長していくんですね、ウェイドって、戦える男になっていくんですよ。確かに。だから3作目ではナックルズとのこの絡みとか、その修行の成果っていうのを見せてくれるのかどうかですよね。確かにな。やっぱりこうナックルズのドラマを経て、一番成長したキャラクターなので、いや間違いないね。2作目と同じぐらいのねレベル感で出てきちゃったらそれはがっかりです。確かにな。頼りなさが目立つような演出にはなってほしくないですよね。やっぱナックルズですごい成長した感じは見受けられたんで、そんな成長したそのウェイドの活躍、ここにも注目したいなっていうことですよね。ですね。続いてはエージェントストーンですね。まあ明智のこちらも推しキャラなんですけども、まあ、エッグマンの側近キャラでして、まあ、エッグマンにずっとないがしろにされながらもめげずについていくというね、ドクターラブな男ですね。めげないよね。めげないんですね。で1作目でねキノコ惑星に消えたドクターの復活をずっと信じてて、街のコーヒー店をアジトに改造しても虎視眈々と準備を進めていたっていう意外とできる男なんですよ。確かに。あんまり目立たないけど、で2作目のポストクレジット、まあ、エンディングの後のちょっとした場面でですね、政府の特別部隊ガンの制服を着て潜入
してるかのような姿を見せてたんですよ。はいはいはい。ということは大活躍するんじゃないの。確かにもう潜入捜査は始まってるってこと？もうストーンのね物語が動き出してますから。なるほど。で3作目のポスターでもこういかついスーツに身を包んでいる姿が描かれてまして、今回アクションにも期待できるんじゃないかなと。エージェントストーンがアクションも、今までは本当にエッグマのねもう腰巾着で、一緒についてきてニコニコしてるキャラクターなんですけど確かにね。今回はちょっとストーン自身がアクションしてくれるんじゃないのっていうのもちょっと期待しちゃいますよね。なるほどな。隠れストーンファン多いんじゃないかなと思ってるので。いや、あっけっぴもまさにそうですよね。ストーン大好きで、エージェントストーンだけでキャラ解説とかできてますからね。おかしいですね。はい。そっちもちょっと興味のある方は見てほしいんですけど、注目したいキャラの一人ですよね。なるほど。はい。最後ですね。これキャラクターではないんですけど、政府の特別部隊ガンですね。こちらも注目していきたいんですが、ガーディアン・オブ・ネーション、略してガン。はいはい。名前なんですね。頭文字取って。はい。こちら1作目でソニックとエッグマンが戦った事件の後に地球をエイリアンから守るために結成された特別部隊という説明のされ方をしているので、名称こそ同じなんですけど、このゲーム版では連邦政府が擁する国防軍として登場するので、結構性質が違うんですよ。ガンはゲーム版にも登場するんですけど、映画のガンっていうのは全然ゲーム版と違う組織だっていうのがまずあるんですね。でオリーブガーデンの一言、ウォルターズ司令官ですね。すごいのかすごくないのかよくわからないおじさんなんですけどこのウォルターズ司令官だったりレイチェルの夫のランダルが所属している組織ですね。ドラマナックルズでガンには前身になる組織が存在したことが明かされてて、しかもその時のリーダーはエッグマンだったという情報が出てるんですよ。これドラマ版ナックルズを見てない方は知らない情報だと思うのでここで押さえておきたいんですけど、ガンには前身となる組織がありエッグマンがリーダーを務めてました。でどのような組織だったのかっていう詳細は明かされなかったんですけど、その後エッグマンとのつながりを断ち切ろうとして組織は解体されるんですね。しかもその時のメンバーごと闇に葬られたという、またちょっと闇深案件がですね確かにうごめいているんですよ。当時のメンバーは殺し屋を送り込まれて処分されてしまって、その組織がなかったことにされたんですね。で昔からあったということで、もしかしたら今回第3作目のポイントになっているプロジェクトシャドウ、こちらと関係があった組織なんじゃないかという予想も立てられてます。なるほど。でドラマナックルズに登場する重要キャラのメイソンとかウィロビーもガンの所属なんですけど、裏切ってたりするので、裏切る者が中に存在したりとか、していて組織としての結束がちょっと弱いんじゃないかとか、セキュリティ面にも問題がありそうなちょっと問題ありな組織として描かれてます。もともとはエイリアンから地球を守るために組織されたんですけど、現在はソニックたちを排除しないで監視をして自由にさせてるんです。泳がせてるというか、で時には協力を要請することもあるということで、第3作の予告でもチームソニックに協力を要請しろみたいなナレーションがありましたけど、もうソニックとガンは協力体制にあるっていう状態になってます。ただ本当の思惑はどこにあるのかとかね、この辺はまだまだちょっとわからないところなので、確かに、ガンっていう組織がどういうものなのかっていうのを頭に入れておくと第3作結構面白いんじゃないかなと思います。なるほどね。映画の中でもかなり怪しい組織ですし、ゲーム版でもすごくシリアスな設定が持たされてる組織ですもんね。これがどう今回の映画で働きかけてくれるのか、ここに注目だね。ですね。なるほどな。というわけで、キャラクターのおさらいはこんなところですかね。楽しみだね。楽しみが尽きないよね。本当だね。過去の動画でもね、第1作での描かれ方とかをおさらいしてたりするので、そちらを見ていただくとより深く理解できるんじゃないかなと思います。続いては映画3作目の物語とキャラクターについて、現在公開されている情報をおさらいしつつ、そこから分かることや気になる点を見ていきたいと思います。了解です。まずは物語についてですね。公式サイトの About the Movie というのがあるので、こちらの文章をまず確認してみましょう。東京湾沿岸に浮かぶ孤島に幽閉されていた闇のダークヒーローシャドウが長い眠りから目覚め、施設を破壊し、日本を象徴するランドマークシティである東京、渋谷に降臨。スクランブル交差点のど真ん中でシャドウと対峙するチームソニック。シリーズ最高のスケールと超音速のアクションが展開。ということなんですけど、2作目の時の公式サイトのあらすじよりもかなり内容あっさりしてて、なんか物語のあらすじっていう感じじゃなくて、なんか映画概要みたいな感じなんですよね。だからここからはぶっちゃけどんな物語になるのかあんまり予想できないなと。とにかくシャドウが出てきて東京が舞台くらいしか分かんないですね、情報量としては。そうなんですよね。なので、現在公開されている予告編映像、こちらを見て、明智なりに
こんなお話になるんじゃないかなって想像してみたので、うんうんちょっとそこを話していこうと思うんですけど、はいはい。まず冒頭、ガンの要請でチームソニックが東京に向かってるんですよね。うん。これガンの要請なんですよ。はいはい。ここで協力関係ってのが分かるってことね。そこでシャドウと出会って、うん。スクランブル交差点でね、ね。戦いが始まると。うん。はここがもう本当に冒頭になるんじゃないかなと思います。いはい。その後、ソニックはエッグマンに協力を申し込むと。うん。で、エッグマンと協力をして、うん。一時は行動を共にするっぽいんですけど、結局その後、エッグマンって、なんか、ジェラルドやシャドウと一緒にいるシーンも描かれてるんで、うん。おそらくエッグマンはジェラルドと出会って、ソニックたちからこう離脱して、はいはい。ジェラルド側についちゃうんじゃないかな、あことが予想されますよあ。ね。なるほどな。トムやマディと合流したチームソニックと、うん。エッグマン、シャドウ、ジェラルドたちチームダークの戦いがうん。始まるのではないかと。うん。その戦い第2部ですね。はいはい。こっちの舞台なんですけど、映像を見る限り、イギリスはロンドンになるんじゃないかと。おー、なるほど。舞台はイギリスへ。はい。うん。これ UFO みたいなでっかいなんか円盤が浮上するシーンが出てくるんですけど、はいはいあのシーンの場面に映っているのが、ロンドンのタワーブリッジなんじゃないかなとうん。思ってまして、うん。であとはもうチームダークがこう集合して、エッグマンがリングからヒューとこうあー上がってくるかっこいいシーンなんですけど、うんうんうんあれ後ろをよく見るとユニオンジャック、イギリスの国旗がこう出てるので、ロンドンじゃないかなっていうのは結構間違いじゃないかなと思います。なるほどね。途中からロンドンミッションに切り替わっちゃうってことですね。そうですねなるほど。ちょっとね、タイトルに偽りありの可能性があるんですけど、日本向けに東京をちょっとね、プッシュしてくれたということで、なるほど。第1部東京ミッション、第2部ロンドンミッションになる可能性は全然あります。はいはいはとい。いうことで。うん。で豆知識なんですけど、これもドラマナックルズで描かれた知識なんですが、うんガンの本部ってロンドンにあるんですよ。へえ、そうなんだ。はい。うんなんで、ロンドンが舞台になっていることによって、ガンがすごく絡んできそうだな。うわー、なるほど。トムとかマディもガンのスーツを着てるんですよね。ああ、確かに。うんうん。だからガンの本部っていうのがすごく重要なロケーションになっていて、うんもしかしたらジェラルドやシャドウもそこを何か目的としているというか、はあ。ガンの本部があるからロンドンに来てるんじゃないかっていう予想が立てられます。なるほどね。はい。実は予告編映像だけでこれだけの予想が立てられると確かに。いうことでね。いや、イギリス、ロンドンに舞台が切り替わってることも正直気づいてなかったし、そこに軍の本部があるんだっていうのはすごく重要なことになりそうだね。そうなんですよ。うんだからこれは絶対絡んでくる情報だと思うので、ちょっと押さえておきたいですよね。なるほど。はい。続いて、新たに登場するキャラクターについても紹介していこうと思うんですけど、新キャラね。まずは、シャドウズ・ヘッジホーク。これはもう見逃せないよね。はい、今回のメインキャラクター、タイトルになってます、シャドウですね。ん。このキャラクターで分かっている情報に関しては、50年前に封印をされたと。うん。しかもその場所が東京湾岸の孤島という。はいはいはい。東京にシャドウ眠ってたんだ。いや、そこびっくり設定だよね。っていうねうん。ゲーム版でも50年封印されてたんですけど、うんまさか場所が東京とは。はいはいはいこれちょっと映画アレンジが効いてるところですよね。うん。でどういう存在かというと、プロフェッサー・ジェラルドに生み出された究極の生命体、うん人工の生命体なんですね。はいはい。でそのジェラルドと共に何らかのものに復讐をしようとしているうん。ということが明かされています。はいは誰に復讐をしようとしているのかっていうのはまだわからないんですけど、うんゲーム版でもこの辺のストーリーってしっかり描かれてたりするので、うんおそらくゲーム版に寄せてくるんじゃないかなと思います。うん予告編ではシャドウは苦しみと喪失感だけだみたいなうん。説明のされ方をしていて、すごく悲しい過去を背負ってるキャラなんですよね。はいはいはい。予告編にも出てました少女マリアですね。うん。このキャラクターがシャドウにはすごく重要なキャラクターでして、やっぱり映画版でも少女マリアとの交流が描かれています。うんどういう風な描かれ方をするのか、ゲーム版を知っている方はね、いろいろ想像はできると思うんですけど、うんそれと同じように描かれるのか違うのかっていうのもいろいろ膨らみますよね。うんそうだでシャドウのアクションもね、ホバーブーツでこう滑るはいはい走り方、うんソニックとは全然違う走り方をするんですけど、うん映画でもこう海上なのかな、水の上をこう走ってたりとか、はいはい。瞬間移動したりとか、ん。バイクに乗ってたりとか、銃を持ってたりとか持っね。てた。これ原作さながらのアクションを見せてくれそうと。おこれバイクに乗って銃を持ってるシャドウっていうのはやっぱりテンション上がるよね。はいはい。もうゲームでもそういう姿が描かれてますもんね。そうなんですよ。シャドウ結構アクションがソニックとは異なってハードなアクションをしてくれるんで、うんそれが映画でもしっかり描かれてくるっていうね、ところで、すごくシャドウファンとしても満足度の高い予告編になってましたから、確かにこれがどういう風に活躍してくれるのかっていうのは期待高まりますね。うん。ソニックと違ってハードボイルドなかっこよさがこう滲んでますもんね。そうなんですよそこがスクリーン越しにこううん映し出されるんじゃないかと思うとワクワクしますね。そうですね。本当にアクション映画としての真骨頂が出るキャラクターだと思ってるので、うん。はい、そこは楽しみですね。うん。全体的にゲーム版と近い設定だなーっていう印象なんですけど、はいはい。ちょっとその違いが気になる点というか、まだ分かってない点につ
ついても言及しておくと、映画ではソニックがベビーソニックだったってそう過去が明かされてるじゃないですか。はいはい。それゆえシャドウについて不明な点が多くてですね。なんで別世界に住んでたソニックと似てるのっていう、姿はすごく似てますからね。ことだったりとか、そのスーパーパワーを持ってる理由、ソニックのスーパーパワーの由来もまだ分かってないですけど、なぜジェラルドが生み出したシャドウがそのソニックと同じスーパーパワーを持ってるのとか、設定上まだ明かされてないことっていっぱいあるので、そのあたりが、映画で、分かるとは思うので、注目ポイントですよね。確かに。そんなシャドウを演じられる声優さんについても紹介しておこうと思うんですけど、まずは言語版ですね。英語の、方なんですけど、キアヌ・リーブス。出た。これ話題になりましたよね。これはめちゃめちゃサプライズでしたね。まさか、キアヌがということでね。監督ジェフ・ファウラーがキアヌ好きなんじゃないかという疑惑もありますけど、そうだね。その思い通じてか、まさかの本格参戦。映画の中でね、たびたびキアヌっていう名前が出てきてたりしたんですけど、そうだね。まさか本人登場ということで、でそんなキアヌなんですけども、かなりね、ソニックのゲーム原作とかも読み込んでくれてるらしくて、シャドウというキャラクターを完璧に表現するんだっていう意気込んでくれているということで、うわー楽しいね。ここは本当に嬉しいですよね。まず確かに、シャドウってやっぱり繊細なその心理描写だったりっていうところがすごく重要なキャラクターになっているので、そうだね。そのシャドウの過去が分かっているからこういう演技になるんだっていうところをしっかりこう大事にしてくれてるみたいなので、そこはすごく楽しみなところですね。嬉しいね。で日本の吹き替え版の声優さんですが、森川俊之さん。ことで、森川さんだ。なかなか情報解禁されなくてですね、やきもきしてた方も多かったと思うんですけど、そうなんですよね。ついに公開されました。ということで、いろんな意見が飛び交いました。ゲーム版のユサさんがやるのかなとか、でもここまで引っ張っておいて誰なんだということだったんですが、森川さんということで、多くの映画でキアヌの吹き替え声優を務めてるんですよ。なのでもう納得の人選というか、キアヌ・リーブスの吹き替えといえば森川さんっていう感じなんですね。なんですよ。なるほど。なのでもうここはすごく安心感があるっていうところがまず感想ですよね。で森川さんといえばダークな魅力あふれる強キャラの声を担当しているイメージなんですよ。セフィロスとかもそうかな。そうなんですよ。ラスボス級のキャラとか、もうダークなキャラといえば森川さんみたいなイメージを持ってる方もいるんじゃないかなと思うので、まさにシャドウにぴったりだなと。なるほど。いうことでね。で演技もね、もう吹き替えの予告編が出てますけど、すごく違和感ないんですよ。確かに。なんかゲーム原作のシャドウのユザさんボイスにちょっと寄せてくださってるような印象も受けるというか、そうだね。すごく違和感ない感じになってましたね。本当に違和感がないです。シャドウね、いろんな声の出し方っていうのがあるんですけど、このなんかすごく暗く威圧感のある初期のね、シャドウというか、ソニックアドベンチャー2の初期の頃ってシャドウすごく威圧的でね、その感じが出てたので、それすごく嬉しかったですね。なるほど。シャドウってめちゃくちゃ見た目が映えるし、かっこいいもんね。かっこいいじゃないですか。ソニックのことあんまり知らないよっていう人もソニックとシャドウのビジュアルを見たら、嫌顔にも興味湧くと思うんで、シャドウをまず見せてください。なるほど。絵力ありますからね。絵力ありますから、このシャドウが活躍する映画なんだよっていうねぐらいのパワーを持ってるキャラだし、それをね期待を超えてくる活躍してくれると思うので、最注目キャラクターですね。なるほど。楽しみだなシャドウ。続いてプロフェッサージェラルド・ロートニック。出た。エッグマンのおじいちゃんですね。こちらも原作に登場しているキャラクターでして、原作だともうすでに亡くなっているんですね。50年前の物語に登場するキャラクターなので、とっくの昔にお亡くなりになられてるんですけど、映画ではまさかの孫エッグマンと開口を果たすね。これどうなっちゃうの？どういうこと？どういうことなのかがそうそうわからんと。悪役2倍で楽しさ2倍っていうね。言ってたことで予告でもね、がっつりヴィランとして登場するっていうのも新鮮っちゃ新鮮。ジェラルドってね、立ち位置が原作だとちょっと微妙なキャラクターで、がっつりヴィランって言われるとそうだったかなっていう感じのキャラなんですよ。今回はかなりヴィランしてるらしいということでして、でキャラクター造形としてもエッグマンがそもそも原作ゲームよりもぶっ飛んでるじゃないですか。そうだね。だいぶジム・キャリーじゃないですか。結構癖あるからね。そういうわけでジェラルドもジム・キャリー・ジェラルドなので、原作とはだいぶ違うキャラになってそうだなと。これはそうだね。ゲーム原作だともちろん天才科学者というバックボーンがありながら結構優しいおじいちゃんというか、そうなんか善良なね気持ちも持ち合わせてる、落ち着いてる感じでね。だよね、っていう印象でしたけども、これジム・キャリー・ジェラルドどういう立ち回りするのかってことだよね。エッグマンとまたちょっと演じ分けがありそうですし、まさかの一人二役ということでね。これもすごいよね。ジム・キャリーもすごいし、その声優の山寺宏一さんもすごい演じ分けですもんね。そうだよね。そこの掛け合い
ジム・キャリーとジム・キャリー、山寺さん、山寺さん。この掛け合いがね、本当に今作の一つの見どころになることは間違いないので、正直ジェラルドに関しては原作要素そんなに気にしなくていいんじゃないっていうぐらい、もうジム・キャリーパワーでも楽しめるキャラだと思うので、このキャラクターも楽しみでしかないですよね。ダブルジム、ダブル山ちゃんにもご注目。なるほどな。楽しみですね。続いて紹介するキャラクターはマリア・ロボトニック。マリアだ。ジェラルドの孫ですね。映画版には情報がまだほとんど明かされてないんですけど、登場はするということで、原作ゲームではシャドウと兄弟のような関係の病弱な少女でして、宇宙にある施設で生活をしているっていうキャラクターなんですね。最終的に軍の襲撃にあった際にシャドウをかばって死亡してしまうっていう悲劇的な運命が描かれたキャラクターになってるんですけど、映画ではそのシーンがそもそも描かれるのかとか、あとシャドウとの穏やかなね日々、一瞬シャドウとマリアが花畑に腰掛けて話してるみたいな、予告でもねありましたね、そういう映像が描かれてましたね。ゲーム版の関連アニメとかでもそういうシーンが描かれたりするんですけれども、映画でもそれに似たシーンが描かれたりしてるんで、あまりゲームでは描かれてこなかったシャドウとの日々がね、映画版ではもしかしたらたくさん描かれてくるのではないか。そこはちょっとファン的に期待しちゃうところなんですよ。なるほど。もっとマリアを見せてよっていうね、ことで、そこは期待してます。なるほど。ただまだ本当情報が少ないですし、どんな風に活躍するのかがわからない。そもそも出番が多いのか少ないのかもわからないので、ただ重要キャラであることは間違いないですから。なるほどね。ゲームファン的にもシャドマリとか言われるくらいね、シャドウとマリアってすごく重要な組み合わせですし、切っても切れないキャラクターですからね。この2人の穏やかな日々ですよね。ここが映画で描かれたら嬉しいなってことですね。なるほど。そういうシーンがあるからこそ、その後におそらく描かれるだろう悲劇もね、またグッときてしまうという。なるほど。演じられているのはオーストラリアの女優アリーラ・ブラウンさんですね。映画マッドマックス・フュリオサという作品で主人公フュリオサの少女時代を演じたことで有名な方らしくてですね、まだ若い女優さんですね。すごい透き通ったブロンドの髪をしていて、まさにマリアかなと。そうだね。全然違和感がない。本当にゲームのイメージ通りの女優さんを選んでこられたなと。ナイスキャスティングですよね。で日本語吹き替えの声優なんですけども、結城葵さんと。結城葵さん。ということで、知る人ぞ知るというか、ソニックシリーズの大ファンなんですよ。そうなんだよね。結城さんって。過去にはソニックシリーズのスティックスっていうキャラクターの声優としても参加されてまして、公式のソニックの YouTube チャンネルとかでも出演してたりとか、結構公式とも絡みがあった方なんですけど、まさか映画の声優にも参戦ということで、なんといっても彼女の最推しキャラがシャドウ。そうらしいですよね。これも有名な話なんですけど、ソニックの公式とか関係ないところでもシャドウの話してくれてるぐらいガチで好きなんですよ。ガチシャドウオタク。ガチシャドウオタクなんですね。まさか自分がマリアの声優をやることになるとはということで、声優発表時のメッセージで熱い思いを語ってましたよね。語ってたね、文章で。推しの推しになる世界線が存在するとはみたいなキラーワードもね放ってましたけども、話題になってましたね。オタクっぽい言い回しでね、さすがって感じですけども、結城さんが冷静に演じられるのか、それとも感情が溢れてるのか確かにちょっとハラハラしますけれども、その演技にも注目と。プロの方ですから、もうしっかりマリアに落とし込んで素敵なセリフを放ってくれるんじゃないですか。そうですね。本当にもう演技の幅が広くてね、いろんなキャラクターを演じ分けられる方なので、そこはあんまり心配はしてないですけれども、どんな風になるのか本当楽しみですね。ですね。というわけでシャドウ、ジェラルド、マリアと重要になるであろう新キャラクターについてお話ししてきましたけども、この3人のキャラクターのゲーム版での描かれ方なんかについては関連動画過去にたくさん投稿してますので、興味がある方はそちらもご覧いただければいいかなと思います。お願いします。新キャラクターについてはもう一つちょっとお話ししたいことがありまして、女優クリステン・リッターが参戦というニュースが流れてるんですね。クリステン・リッターさん。あまりピンとこない方も多いかもしれないんですけれども、例えばマーベルシネマティックユニバースにも含まれるドラマシリーズジェシカ・ジョーンズという作品で主役のジェシカを演じたりされている女優の方でして、その方が本作に出演することがニュースになったんですね。あんまりちょっと日本ではもしかしたら馴染みがないかもしれないですが、結構今ブレイク中の女優さんでして、まだ本作でどういうキャラクターを演じるのかとかっていう詳細は明かされてないんですけど、結構話題になってるらしい、現地では。そうなんだ。クリスが出るなら見るわみたいなこと言われてるぐらい注目されているらしいんですね。話題の女優さんが参戦と。参戦するということで、実はですね、このクリステン・リッターさんが演じられるキャラクターの写真だったりとか、ポスターっていうのは調べるとすでに公開されてまして、どうやらガンの関連する人物
物になりそうですということですね。で一応ですね、さらに細かく調べていくと、ディレクターロックウェル、略すとロックウェル司令になるのかなっていうキャラクターになるんじゃないかっていう情報も出てくるんですが、ちょっと公式発表はまだなので、もしかしたら間違えてる可能性はあります。なるほど。ただがん関連の人物になるということで、ゲーム含めて過去のシリーズに登場してないキャラクターですね。だから映画オリジナルのキャラクターとして登場するということですね。なるほど。がん関係者でミステリアスな女性ということで、ルージュの役割を果たす人物になるんじゃないかっていう噂も界隈ではささやかれてまして、なるほど。ゲーム原作にも登場したルージュの役割を持つんじゃないかと。シャドウとね同時に登場した重要なキャラクターのルージュが今回の映画には出てこないので、もしかしたらそこにこう関係するような重なるような役割を果たしてくれるんじゃないかっていう風に話がある。これ結構ありそうだなと思いますけどね。吹き替え声優とかの情報もまだ全く発表されてないので、続報が待たれるんですが、まず注目したいキャラクターとして覚えておいてください。了解です。以上、第3作の現在公開されている情報と、気になる点だったり予想できる点についてお話ししてきました。ありがとうございます。最後にですね、ソニックオタクが注目している今作の面白ポイントをですね、パパッと紹介していきたいなと思います。まずは豪華キャスト。確かに。豪華ですね。もうこれはもうソニオタが語るまでもないというか、すごい方が揃ってますよね。まずシャドウの声優がキアナ参戦ということでね、今作ではメインキャラがシリーズでもソニックと並ぶ人気のシャドウということで、一体誰が声優をやるんだと、みんなが話題にしてた中でキアナ、いやー超えてきたよね。日本でも知らない人はいないほどの大スターですよ。間違いない、日本でこれだけで話題になるんだから、そりゃすごいパワーですよ。本当にジム・キャリーがエッグマンを演じるっていう時と同じぐらいやっぱ話題になりましたもんね。話題になったね、それぐらい知名度がある人がシャドウをやる。すごいことをやってますよ。ダークヒーローのシャドウにぴったりな低音ボイス、キアヌもダークヒーローを今までずっとやってきてますから、ここはぴったりですということで、ケイオスコントロール海外だとカオスコントロールをケイオスコントロールって言いがちっていうね、やってくれるんじゃないの。なるほど。まだね出てないです。これ予告編ではケイオスコントロール出てないんですけど、やってくれるんじゃないのっていうのを期待しますし、楽しみだな。吹き替え版はね、キアヌの吹き替えを長らく担当している森川さんがやるということで、さっきもお話ししましたけど、ここもねもう大安心ということなので、吹き替え版も字幕版もどっちも見たくなっちゃいますよね。確かに、今回はちょっとキアヌもやっぱ見たいからね。そうだね。どっちも見たくなっちゃうということですよね。でちょっと豆知識としてゲーム最新作のソニックシャドウジェネレーションズのダウンロードコンテンツでね、キアヌボイスのシャドウ、映画版シャドウが登場してくると、という展開もね発表されてますので、映画シャドウゲームでも楽しめるみたいなですから、こっちも合わせて楽しみたいですよね。ですね。あとジム・キャリー続投、事実上引退撤回ということでね、これも嬉しかったですよね。そうだね。このソニック映画を最後に引退するかもっていうのがすごくニュースになってましたけど、3作目も続投してくれると、ありがとう。自分がやる必要があると感じれば続けますみたいな匂わせをしてたんだけど、必要を感じたんだろうね。よかった。しかもまさかの一人二役ということで、ダブルヴィランダブルファン、倍面白くなるらしいです。いや間違いないね。いやこれはすごい楽しみですよね。楽しみだな。ここまでやってくれるの、引退しようとしてたのに一人二役でカムバック、このシリーズがどこまで続くかわからないですけれども、ジム・キャリーも見られるだけ見たいですよね。本当だね。ということで豪華キャストに注目と。なるほどね。続いて注目しているのは東京が舞台。よいしょ、東京だ。東京でド派手なアクションということですよね。今回の映画の放題にもなってます。舞台は東京ミッション。よいしょ。渋谷のスクランブル交差点に始まり、新宿にある国運タワーですね、ポスターにもなってます。首都高にね、ソニックとシャドウが我々がよく知る場所を走り回るということで、ソニックシリーズって日本生まれなんですけど、今まで日本を舞台にすることってあんまりなかったんですよ。だから国内ファンとしても嬉しいサプライズ。間違いないね。まさか日本を舞台にやってくれるとは。でもね、名だたる俳優たちが日本を舞台に暴れ回ってくれるわけですよね。で見たことある看板とかも後ろにちらほら見えたり。吉野家とねガストの間に挟まれたシャドウ、これとかもすごく絵面あるっていう話題になってましたもんね。今回ちょっと背景にも注目したくなっちゃうし、確かに、映画を見た後なんかね、実際にその現地に行って聖地巡礼も盛り上がりそうだなと。確かにね。ということで、またこう東京がソニック色に染まっていくんじゃないのっていう感じですよね。なるほど。ここはもう本当に注目ポイントかなと思います。東京が舞台。
いただきました。続いては、ソニックアドベンチャー2のシーン出てくる？ゲームの。はい。ですね。これまでも映画なんですね。過去のゲームのシーンのオマージュがたくさんありました。今作はシャドウが中心人物ということで、彼が初登場したゲーム作品、ソニックアドベンチャー2のシーンのオマージュ、期待せざるを得ない。確かにね。ことですね。もうゲームの時点で名シーンの保護です。ほんとね。シナリオとかそのカメラアングルとかそういったところがすごく評価されてるゲームですもんね。映画的な演出のムービーが本当にすごくよくできてですね。私初めてシャドウがカオスコントロールを使うし大好き。いいよね。かっこいい映像になってるんですよね。めちゃくちゃかっこいい。ということでね、そもそもそのシーンが出てくるのか、カオスコントロールを使ってくれるのか、そのカオスエメラルドが出てくるのか、いろいろはちょっとあるんですけど、やっぱソニックアドベンチャー2の様々なシーン、どういう風に出てくるのか期待しますし、シャドウがね、ソニックアドベンチャー2で最後どうなったのか、ゲームファンではよく知られてると思いますけど、映画ではどうなっちゃうのと。いうことですね。いろんなシーンがやっぱり出てくると思うので、あそこだっていうね、楽しみ尽きない映画になると思います。確かに。今のうちにゲームの方のね、復習もね、しっかりしておきたいなと思いますね。我々もね、実況動画投稿してますから、ソニックアドベンチャー2持ってないよって方はね、一旦そちらの動画見ていただくでもいいかなと思いますので。そうですね。ぜひ活用してみてください。関連するところですけども、続いては、シャドウ、マリア、ジェラルド、新キャラの描かれ方ですね。ゲーム原作と比較してどうなるのかというところですね。そもそもジェラルドが生きてるっていうのがびっくりで。確かに。全然ゲーム版とは違う設定で出てきますよということで、ゲーム原作のキャラといえば、ドラマナックルズとかにも登場したパチャカマというキャラがいまして、こちらのキャラもゲーム版とかなり設定とか性格が違ったんです。結構コミカルに描かれてましたもんね。そうなんですね。原作だと結構こう厳格なキャラというか、堅物って感じなんだけど、映画の方ではすごくコミカルで親しみの安いおじちゃんになってたんですが、もしかしたらジェラルドとかマリアも全然違うキャラになってる可能性もあって、またね、確かにね、マリアが元気に生きてますっていうね、可能性とかありますから、まだ捨てきれないですから。なるほど。その全然違う変化球が来る可能性もあるぞとかね、いうのもちょっと想定しておけるかなと思います。なるほどね。すごくゲームでも重たいシナリオをね背負わされてるキャラクターたちですし、それが映画と少し設定が異なってくるんじゃないかってことも予想できるし、その違いってどう描かれていくんだろうってすごく注目されるポイントですよね。そうですね。ゲームと同じシーンが描かれると同じだっていう楽しみもあったりするんですけど、映画でその違く描かれるっていう可能性がやっぱりある媒体なので、その違いっていうところにもやっぱり同じく楽しみなんですよね。なんかそれどっちも両方楽しみたいなっていう気持ちがあるので、どう来ても原作を知ってることによってってなれる楽しみだと思うので、だからそこは知ってれば知ってるほど楽しめるところなのかなっていう気がしますね。なるほど。続いてこれ個人的に気になってるポイントなんですけど、なぜシャドウはソニックとそっくりなのか。これさっきも少し触れましたけど、シャドウの出生に関わるお話ってゲーム版で結構詳しく描かれてるんですけど、なんでソニックと似てるのかって実は明かされてないんですよ。これはゲーム版でも明かされてない設定。そうなんですね。で映画だとソニックってベビーソニックが出てきたりとか、なんかその出自が明かされてて、ゲーム版では明かされてなかったことが映画で明かされてたりするんですね。ってなるとシャドウの方の設定もゲームとはまた違った形で明かされる可能性があって、ソニックは別の惑星から来ているのになぜシャドウはジェラルドによって作られたにもかかわらず、しかも50年前に作られているにもかかわらずソニックと似ているのっていうのが、映画ではもしかしたら説明されるんじゃないかというところもちょっと期待しちゃいますよね。気になるポイントだよね。確かに。あとはゲーム版ではシャドウの出自にはジェラルドの他にブラックドゥームというキャラクターが深く関わっているんですね。新作のソニックシャドウジェネレーションズでも登場したキャラですけど、このブラックドゥームの話って映画に出てくるのかな。その辺もやっぱり気になりますよね。なるほど。あとちょっと豆知識的なところで言うと、ドラマナックルズの第6話ですね、ここでちょっとしたセリフがあってですね、1974年に一度地球外生命体が現れたことがあるんだみたいなセリフがあってですね、これ1974年って2024年の50年前なんですよ。50年前だ。となると50年前に一度ドラマナックルズの舞台になったリノに地球外生命体が現れてるらしいんですよ。なるほど。これってシャドウっていう、そういうこと。もしかしたらそのあたりにガンの前身の組織が関わってたんじゃないかとかっていう考察ができるセリフがポロッと出てきて、なるほど。なのでちょっとそのあたりももしかしたらまた伏線回収じゃないけど、この映画で語られるかもしれないなというところですね。なるほど。そういうセリフもあったんですね。そうですね。これがね拾われるかどうかはちょっと分かりませんけど。なるほど。続いては
カオスエメラルドの行方場ですね。はいはいはい。はい。ソニック映画第2作のラストで、マスターエメラルドはナックルズによってこうバラバラになったのが復元されて、今ソニックたちの手元にあるんですけど、そのマスターエメラルドを形成していた7つのカオスエメラルドって、スーパーソニックの変身が解除された時に、遥か彼方飛んでっちゃったんですよ。ああ、そうだよね。どこ行ったのっていうのが基本ですし、そうだよね。マスターエメラルドを狙うものって、まだエッグマン以外にもたくさんいそうだな。宇宙中の悪い奴らたちがマスターエメラルドって集まってくるんじゃないのっていう気もするから、確かに。まあ、カオスエメラルドも含めてね、まあ、探し回ってると思うし、もしかしたら今作でエッグマンとかシャドウとの戦いの中で新たな敵が現れたり、そういう後ろでうごめいている影みたいのがこうちらっと描かれるかもしれない。今後ね続いていくであろう第4作目とか第5作目とかの話に関わってくるようなマスターエメラルドを巡る戦いの役者たちが、もしかしたらうごめいているかもしれないっていうのもあるのでね。なるほど。ソニックたちの戦い、表の戦いの後ろもちょっと興味湧きますよね。確かに。これ3作目のラストでゲーム原作よろしくスーパーソニックになるみたいなことがあるんだとしたら、また再びカオスエメラルドが集まることがあるのかもしれないし、そうだね。そこもどう描かれるのかってことですよね。そのあたりのね回収編みたいのをやる尺はないと思うので、確かに何らかの形でまた回収するのか、それともそれをなしでスーパーソニックに変身するとか、まあいろいろ妄想が膨らみますよね。まだ謎が多い部分ですが、まあここもちょっとポイントとして押さえておきたいですね。なるほど。続いての注目ポイントは主題歌は。主題歌情報ってまだ出てないですよね。出てないんですよね。ここで補足情報です。2024年11月22日、アメリカのアーティストジェリーロールの楽曲ランイットが公開され、こちらが今作の主題歌になると発表がありました。ランイットはすでに各種ストリーミングサービスで配信が開始されており、12月4日には YouTube にミュージックビデオも公開されましたので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。また12月11日にソニック公式 X をはじめ各種関連アカウントから、ロックバンドワンオクロックの楽曲ネオンが今作の劇中歌となることも発表されました。ワンオクロックは過去にゲームソニックフロンティアのエンディングテーマも担当したことがあり、ファンとしても嬉しいニュースとなりました。劇中歌ネオン版の予告編映像も公開されておりますので、こちらも概要欄のリンクからチェックしてみてください。以上、補足情報でした。まあ今までね、名だたるアーティストの方が主題歌を担当されて、まあ第2作ではね、ドリームカムトゥルーがグリーンヒルのアレンジをしたアップオングリーンヒルをね、高らかに歌い上げるエンディングが流れましたけれども、今作主題歌まだ発表されてません。シャドウといえばソニックアドベンチャー2、ソニックアドベンチャー2といえばテーマソング、クラッシュ40のリブ&ラーンです。名曲ですよね。スマブラとかにも収録された、本当に人気の曲。そうですね。ソニックボーカル曲ってたくさんありますけど、その中でもまあ一番の名曲と言っても過言ではない曲。それがまあクラッシュ40のリブ&ラーンなんですけども、そうなってくるとやっぱ期待しちゃうのはクラッシュ40の参戦ですよね。主題歌担当してくれるんじゃないのって。そうですよね。まあどうなんでしょうかね。ちょっとわからないんですけど、まあここまで引っ張っている、まだ主題歌を発表しないっていうのは何かサプライズがまだ残ってるんじゃないかと思っちゃうんで、クラッシュ40やっぱ期待してる人多いんじゃないですか。まあ期待しちゃうよね。現にタイトルロゴが出てくるアナウンストレーラーみたいのではリブ&ランのアレンジ曲みたいなのが流れてましたもんね。ちょっとフレーズが使われてるようなね場面もあったりしたので、まあその匂わせはもうあるということで、まあどういう主題歌が出てくるのかまだ発表を待ちたいんですけれども、やっぱり注目が集まってるところだと思うので、そうだね。まあ楽しみですね。ここは確かにソニックシンフォニーでも鳥を飾るくらいのやっぱ名曲ですからね。巨大なスクリーンでリブ&ランが流れるのか、ここにも注目ですね。そうですね。流れたら玉川さん大きな声出ちゃうけどな。そうです叫んじゃうよね。スクリーンを前にね、みんなで歌っちゃうんじゃない？やばいよね。興奮するソニックファンも多いんじゃないかなと思いますけども、ここはやっぱり注目ポイントだと思います。なるほど。はい。じゃあ最後注目ポイント。ポストクレジットのサプライズ。ですね。まあ過去第1作ではポストクレジットにテイルスが登場し、第2作ではシャドウが登場してということで、まあ今までシリーズではそのエンディング後に流れる映像の中で次回作のキーパーソンがこうチラ見せされるという、ねサプライズが用意されてました。で今作どうなるのというところで注目集まってると思うんですけど、監督のジェフ・ファウラーがですねサプライズありますと。でみんながあれこれ予想してるのを見るのは楽しいですね。うわニヤついてる。ニヤニヤしてるんですよ。そうなんだ。ということでもうサプライズあること確定してるので、じゃあ今回もエンドクレジットの後のポストクレジット、ここで誰かが新キャラクターが登場すると。
ということはもう確定しました。なるほど。誰になるのか。うんもう今めちゃくちゃ話題になってます。みんなが考察してます。そうだよね。ということでして、うん。でここで一つ面白い考察を見つけたのでちょっと紹介させてもらうんですけど、うんこのサプライズキャラのヒントになっているのはマディの服マディの服説がありましてどんな服着てたっけうんこのトムの奥さんのマディですね、うんうん。実はですね、マディの服なんですけど1作目ではいろいろ着替えるんですよ。いろいろ着替えたりするんですけど黄色い服を着てるシーンが結構長くありますと。はいはい。黄色い服、あ、うん一作目のラストに出たのはテイルス。黄色いキャラクターおー。だったんですね。で2作目でもマディが赤いシャツに黒いジャケットを羽織っているシーンが結構長く出てくるんですよ。赤と黒といえば。シャドウなんですよね。はいはいはいゴーストクレジットシャドウ登場しました。うんうん。という流れに沿うと、うん。マディは今まで必ず当ててきているので、なるほど。第3作目もっていう形で注目が集まるマディの服、何色なのか。ピンクなんですよね。これね、ポスターとかに描かれてる服の色がピンクってことピンクなんです。ああ、ピンクのキャラクターといえばエミローズ。うわー華麗に剣山。って感じだ。なるほどね。可能性がまことしやかに囁かれている。はあ。じゃあ次に登場するポストクレジットの新キャラクターはエミー・ローズなんじゃないかと。いうことで、へーしかもあながち間違ってなさそうというか、うんうんエミやっぱりね重要キャラクターソニック、テイルス、ナックルズが出てきたらやっぱエミも出るよねっていうキャラクターではあるから、そろそろ出てきてほしいよねっていうキャラなのでかなり信憑性高くなっちゃってるんですけど、なるほど。まあこれは信じるか信じないかちょっといろいろね予想が楽しみなところではあるんですけど、有力候補としてはエミーだったりメタルソニックおお。でやっぱり初期に登場したキャラクターだったり、あとは人気キャラクターのシルバーはいはいはいで。すね、第3のハリネズミキャラですから、シルバーを待望する声も結構多くてですね、エミー、メタル、シルバーが結構求められてる感じがしますね。なるほど。他にもソニックキャラクターいっぱいいますし、個人的にはカオティクスとかね、ああ。好きなキャラですし、ナックルズともね、関係のあるキャラクターだったりするので、そっかそっか。ナックルズ推しのね、明智としてはカオティクスが出てきたらなんかユニバース急に広がるなっていううわー、そうだよね。感じしてたりするカんですよね。オティクスは3人チームのキャラクターですそうなんもんね。ですよ。3人の掛け合いが楽しいっていうのもあったりするので、この辺はもう好き勝手妄想したらいいんじゃないかということですから。それはね、ファンの妄想をはかどりますよね。コメントとかでもね、皆さんの予想キャラクターとかいろいろ、こういう根拠がありますとかね、教えてくれると盛り上がれるんじゃないかなと思います。確かに。というわけで、長々語ってきたんですけれども、以上、ソニック映画3作目を倍面白くする話でした。ありがとうございます。面白かったな。語りきったんじゃないでいや、すか。ワクワク止まんないっすね。早く映画見たいね。本当にね、もう間もなくですから。はいはい。映画関連の動画だったり、シャドウに関する動画、これまでたくさん上げてますので、興味があればそちらも合わせて見てみてください。はい。また近日中にはメンバーシップ向けコンテンツソニオタゼミで、映画についての話をする予定ですので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。はい、お願いします。この動画もいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録していただければ幸いです。それじゃあ、締めの挨拶お願いします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。